当てられた光に驚き転倒した者が3名、その他体調不良を訴えた者が24名。いずれも精密検査の結果大きな問題は見つからず、適切な処置を行った後帰宅させています。報告ご苦労だった。夜通して大変だったろ。あとはゆっくり休んでくれ。はい。今のところ問題なしか。かえって不気味だぜ。他の国の状況は調査中だが、少なくともこの葉隠れにいる奴は室内にいようが寝ていようが関係なく、あらゆる生物が光に当てられている。そして光に当てられたものは体の一部にあざのような印が浮かんだ。だがその印も1時間しないうちに消えている。あれは消えたというより体に染みてったって感じだったけどな。何にしてもあれほどの騒動があってただそれだけってのは、あれが何なのか何が起こるのかはっきりと分かるまでは下手な行動は控えといた方がいい。まあ突発的な異変に備えて経験の少ない下人連中はしばらく里に待機させる。各種任務は10人以上で回すことにするってばよ。このことはサスケにも伝えておくぜ。あいつの方で何か掴んでいるかもしれないからな。ああ、頼む。といった内容が7代目火影様から通達され、任務制限が行われる模様です。しばらく任務はお休みってこと？そうみたいだな。ねえねえ、それじゃあ私と遊んでくれる？ああ、悪いひまわり。せっかくできた時間だからよ。兄ちゃん、ちょっと調べときたいことがあるんだ。調べたいこと？昨日の出来事は気になるけど、情報が少なすぎて今はどうしようもねえ。今は忍者ヒーローズの方に気を配っとくってばさ。さてと、お前昨日の月の事件どうだった？それがさ、実はあん時たまたま外にいたからバッチリ月を見ちまったんよ。で変な朝ができて超焦ったけど、いつの間にか消えててほっとしたわ。ねえ、新しいイベントやった？奇跡集めだろ？もちやってるっつーの。結構レアな報酬もらえるぜあれ。ほんと？もう私を置いて先にやんないでよ。新しいイベントか。どんなもんかちょっとやっといた方がいいかな。こちらが奇跡交換報酬になります。よーしよし、頑張った甲斐があったぜ。よっ、奇跡集めってのが始まったらしいじゃん。始まったけど、でもボルトはやらなくていいんじゃない？面白くないわよ多分。おいおい、お前仮にもこのゲームのナビだろ。お前がそんなこと言ったらダメなんじゃねえのか？まあそうかもしれないけど、とにかくどんなもんなのかちょっとやってみるってばさ。だからイベントの詳細を教えてくれよ。はあ
わかった。確かにボルトが欲しがってたものが手に入るかもしれないしね。どういうことだよ。そのことも含めて任務案内所のイベント専用キャラクターが説明してくれるわ。任務案内所な。オッケー、行ってみるってばさ。こちらは新イベント奇跡集め専用の任務受付です。奇跡集めってどんなイベントなのか教えてくれよ。はい、イベント説明ですね。奇跡集めは白熱のバトルイベントです。こちらで用意した限定バトルに参加すると謎の敵と戦うことができます。謎の敵はかなりの強敵ですが、倒すことができれば奇跡という石が手に入るんです。奇跡を集めてイベントナビのナナシに渡すとゲーム中のレアなアイテムと交換ができるんですよ。しかももしその中に当たりの奇跡があればなんとただいま CM で宣伝中の7代目火影様の首飾りレプリカがもらえるんです。ただし当たりの奇跡が出るかどうかは完全に運。もし手に入れることができれば超ラッキーというわけですね。さあ、あなたも奇跡集めに参加して首飾りを手に入れましょう。なるほど、ナナシが言ってた俺が欲しがってたものってこれのことか。あ、今は全てのバトルが受けられるわけではないのであしからず、残りのバトルは絶賛準備中なのです。ごめんなさい。ということで説明は以上です。皆さん妖豚妖怪の楽器予想妖豚はあもらったもらった捕らえたわ。はあ、もらった。捕らえたわ。もらった。はあ、はあ、予想通り。予想。捕らえたわ。もらった。予想。妖豚妖怪の術妖豚妖怪の術もらった勝負あり。戦闘開始。
熱脚。つまらんな。これはどうだ。この左脳は破壊そのもの。砕け散れ。勝負あり。開始。先鋒惨劇の術。さあ行こうか。さあ行こうか。さあ行こうか。さあせい。先鋒惨劇。さあ行こうか。さあ行こうか。さあせい。先鋒迫撃の術。先鋒無期転生。勝負あり。行き過ぎてるだろこの力。残念ですが、あなたが集めた奇跡の中に当たりはなかったみたいですね。ですが、集めた奇跡をナビのナナシに渡せば素敵なアイテムと交換できますよ。なあ、奇跡集めてきたからアイテムと交換してくれよ。それはいいけど、ある程度持ってこないと交換できないわよ。もちろん集めてるってばさ。そう。お前どうしたんだよ。今日は少し様子がおかしいぜ。ボルトが。俺？なんでもない。じゃあ奇跡をもらうわ。当たりはなしだったのね。悔しいけど今日のところはこれくらいで引き上げだ。どうせ明日もゲームできるし。それじゃ。ついイベントを楽しんじまったけど、お前に聞いときたいことがあったんだ。さ、この頃このゲームやってたら現実の方で体調不良になるやつが多いんだよ。それってなんでか原因知らね？知らないわね。そっか、お前でもわかんねえか。大方目の使いすぎとかじゃないの？俺もそうだと思ってたんだけど、ちょっと違うっぽいんだよな。まあいいや、ちゃんと調べれば分かってくるだろうし。あまり首を突っ込みすぎない方がいいかもよ。危ないかもしれないし。危ないことはねえだろ。なんで疲れんのか調べるだけなんだからよ。けど心配ありがとな。もう夜か。
微妙に疲れるな。なんなんだよ、マジで。暴かれたのはここだったか。だとすれば先の無限月読みもどきにも合点がいく。間違いない。今この世には俺たちの預かり知らない謎の内派が存在する。あれ、父ちゃん。よ。しばらく帰ってこられねえんじゃなかったか？まあ、それはそうなんだが、着替えを持っていくの忘れてたな。なんだそれ。ボルト。ん？今回の件、意外と厄介なもんかもしんねえ。もし何かあったら、その時はお前が母さんとひまわりを守るんだぞ。そん時は任せとけって。けど俺が守んのは母ちゃんとひまだけじゃねえぜ。父ちゃんだって俺が守ってやるってばさ。でかいこと言いやがって。けど嬉しいぜ。じゃ、行ってくるってばよ。さてと、父ちゃんは行っちまったし、何しよっかな。休みって案外暇だよな。時間あるし、忍者ヒーローズでもすっかな。奇跡集めの後半が始まってるかもしんねえし。こちらは新イベント、奇跡集め専用の任務受付です。前回まで挑戦できなかった残りのバトルが解放されました。ぜひぜひ挑んでみてくださいね。それそれ外れです。それやっとこれでそれよはあできます。こっちここそれよっはあここよっよっできます。10本総試験勝負あり。
始。距離が取れた。切る。切る。切る。無駄だ。無駄だ。せや。あった。せや。無駄と。せや。立ち。開始。行くぞ。捕らえた。さあ行くぞ。受けてみよう。受けてみよう。行くぞ。勝負あり。あ、その奇跡はおめでとうございます。今手に入れた奇跡はなんと当たりの奇跡です。そんじゃイベントナビのナナ氏に届ければ7代目火影様の首飾りレプリカをプレゼント。やった、今が喜ぶってばさ。奇跡集めてきたってばさ。しかも一つは当たりのやつ。え、まさかボルトが当たりを引くとはね。でさ、奇跡をお前に渡したとしてこれからどうすればいいんだ？ゲーム機の箱に同封されていた応募はがきに報酬コード80705102と書いて送れば首飾りが届けられるわ。なるほど。けれど本当にいいわけ？
何がだよ。なんでもない。なあ、お前やっぱり今までと様子が違う感じがすんだけど、なんかあったのか？なんなら相談に乗るぞ。俺たち友達だろ？友達？ナビの私を友達呼ばわりだなんて。ボルトって本当に変なやつ。んだよ、せっかく元気づけてやろうと思ったのによ。大丈夫。元気がないわけじゃないし、それにこう見えて私ワクワクはしてるのよ。どういうことだよ。みんなには内緒だけれど、これから素敵なことが起こる。いや、全然意味わかんねえんだけど、また新しいイベントが始まるとか、そういうことか？そうね、起こるわね。大きなやつが。だからそれを隠してたから態度がおかしいように見えたのね。なんだ、そうと分かりゃ安心したってばさ。けどまた楽しそうなイベントが用意されてんだな。その時はまた調査のついでにやってみっか。じゃあ俺はそろそろ戻るわ。応募はがき書かないといけねえし。ボルト。私はボルトのこと嫌いじゃない。え？だからもしこれから嫌なことや逃げたいことが起こったらここに来ていいからね。はあ？それだけ。それじゃ。兵器に優しい名は不要。お前は七種の兵器として生きろ。これがあれば追跡効率が格段に上がるはず。実験段階ではありますが、ぜひとも7代目に了承してもらわなければ。失礼します、7代目。7代目、それに鹿丸さんも。お前は誰だ？いや、片付け。お前は片付け。一体どうなされたのですか？わからねえ。急に頭が、いろんなことが消えていく。消えていく？どういうことですか？これはすぐに医療班を呼んでください。緊急事態です。はい。
7代目が落ちましたよ。片付先生の慌てっぷりも実に笑えますね。待望の始まりだ。世界に痛みを。ナルト、こいつはまさか記憶を。あがめろ。貴様はこのメルツのものだ。7代目、7代目。おお、よかった。お二人とも気がつきましたか。お体の方は7代目。戦争の準備だ。戦争？ボルト、起きて、ボルト。あれ、母ちゃん？どうしたんだ？よかった。ボルトは大丈夫なのね。どういうことだよ。里の様子がおかしいの。突然、みんなが戦争の準備を始めて。はあ？一体何が起こってるのかわからなくて。もしかしてあなたもおかしくなったんじゃって心配したけど、よかった。どこ行くの？父ちゃんに話を聞いてくる。ボルト、お前ら。ねえ、何が起こってんの？ママがおかしくなって、私。とにかく父ちゃんに話を聞きに行く。7代目は家にはいないの？ああ、火影室だ。父ちゃん、戦争をやるって正気かよ。父ちゃん？7代目。ボルト、どうしたんだよ。大丈夫か？なんかとんでもねえ力で俺の記憶を消しやがった。そこにメルツってやつの記憶が入ってきて、俺を
乗っ取りやがったんだ。クラマが守ってくれたおかげでかろうじて記憶が残った。だから元に戻れる時があるが、それも一瞬だ。いいか、黒幕はゼロ、メルツだ。そのことをサスケに伝えろ。父ちゃん。ボルト、あとは頼んだぞ。父ちゃん。準備が整ったら戦場に出るぞ。父ちゃん。7代目もママと同じ感じだった。ゼロのメルツって言ってたね。ああ。なぜお前たちがその名を知っている？あ、サスケさん。そうか、ナルトが。でもよかったよ、パパがおかしくなってなくて。サスケさん、メルツとかゼロとかって一体何のことだよ。ゼロは組織名、メルツはその組織を束ねる存在だ。それ以外の詳しい情報はまだつかめていない。だが犯罪組織である奴らが今の任界に対して行動を起こしたのは明らかだ。それが今の混乱だってのか。いきなりこんな大それたことをやるなんて、そんなことできるものなの？いや、予兆はあった。数日前にな。混乱の規模とタイミングを考えると、あの時の無限つくよみもどきが関係あると思って間違いない。そういえばあの時の光でみんなに変なあざのような印のようなものが浮かんだって話あったよね。うちの母ちゃんと今にも出てたっけ？けどよ、なんでか俺たちには出てねえよな。そうだね。あの時の月は直接見ていなくともあらゆる生物に光が当てられ因が生じたとナルトからの報告には書いてあった。スサノオを使い光を防いだ俺には因は出なかった。お前たちはどうやってあれを防いだ？どうやってって言われても。あの時俺たちはゲームをやっててずっとあっち側にいたから直接見てないんだよな。あっち側？ご無事でしたか？もしかして若もおかしくなってるんじゃ。俺は大丈夫だよ。普通だってばさ。そうですか。いやー、よかった。しかし7代目があんなことになってしまって何と申し上げればいいやら。片付先生も7代目の様子を見たんですか？ええ、昨日の深夜新しく開発した科学忍具を見てもらおうと思って火影室を訪れた時に。科学忍具、それってそのカバンの？いえ、新しい科学忍具は研究室に保管してます。この中にはお恥ずかしいのですが忍者ヒーローズというゲーム機が入ってるんです。あれを持ち歩いてるんですか？ええ、一流のゲーマーたるもの、いつどこでもプレイできるようゲーム機を携帯しておくものですから。
忍者ヒーローズ？さっき俺が言ったゲームってそれのことだよ。忍者ヒーローズとはここ最近急激に流行りだしたバーチャルオンラインゲームなのです。この特別な機器を装着するとバーチャル空間に移動でき、そこで様々な遊びを体験することができます。バーチャル空間とはそうですね、もう一つの世界といいますか、現実世界とはまた違う別の空間。まあ遊戯王の現実空間とでも言えばサスケさんには分かりやすいでしょうかね。現実空間。でもこのゲームには遊んだ後妙に疲れるって話があってさ、それについて俺らも情報を集めてたんだけど。サスケさん、これはどこで手に入れた？どこって普通に売ってるもんだってばさ。あ、そういえばそれを作った大元は分からなかったんじゃなかったっけ？そうなんですよ。実は私も気になっていたので開発元を調べたのですが、結局分からずじまいでして。どうしたのパパ？ねえボルト、ちょっといいかな？ん？どうしたんだよ？いろいろと情報が積み重なってよくわからなくなってきたんじゃないかと思ってね。だからここでちょっと話を整理したらどうかな。そうすれば何か見えてくるかもしれないし。そうだな、俺も頭の中がごちゃごちゃしてたとこだってばさ。じゃあ簡単におさらいしながらまとめていこうか。今この葉隠れの里どころか臨海中がおかしなことになってる。みんなの人格が変わって、それこそ戦争が始まろうとしているよね。これって元をたどれば何がきっかけだったか覚えてるかい？確か何日か前に起こった月の光のせいだよな。そう、あれの影響でみんなに因が浮かび上がった。そしてそれが今回の騒動につながっている。けど俺たちに因は浮かばなかったんだよな。話によるとあの時の光は直接見ていなくても影響を受けるほど強いものだったのにね。じゃあ因が浮かんだ人と僕らの違いって何だったんだろう。具体例を挙げれば、ボルトの母親や妹には因が浮かんだのに君には出なかった。同じ家にいたにもかかわらずね。二人とボルトとであの時に違ってたことって何だと思う？違いって言われても正直忍者ヒーローズくらいしかねえんだよな。だね。ボルトも僕も、そしてサラダもあの時忍者ヒーローズをやっていた。確かゲームの疲労感について聞き込みをやってたんじゃないかな。おう、その通りだってばさ。逆に言うとそれくらいしか違いがない。僕はここが大きなポイントだと思ってる。お前が言うとそれっぽいな。じゃあゲーム機かゲーム空間かどっちかに仕掛けがあるかもってことか。もし仕掛けがあったとして今回の事件とつながりがあるかどうかはわからない。でも調べてみる価値はあるんじゃないかな。だな。サスケさん、いろいろと考えてみたんだけどさ、ゲームそのものが怪しくねえかな。何がって言われたら答えられねえんだけど、でもそこにヒントがあるような気がすんだ。同感だ。俺もそう考えていた。どういうことでしょうか。違和感を覚えたのはボルトたちが月の光の影響を受けなかったことだ。ただゲームをやっていただけで特に対策を取っていたわけじゃない。
だがあの時の光は生半可な方法で防ぐことはできん。俺のように特殊な術で遮断するか、それこそその場にいなかったかだ。いなかった？そしてもしいなかったのならゲーム自体に仕掛けがあってもおかしくない。ねえパパ、それって見えたぞ、隠し術式。しかもこれは口寄せに近いものを組み合わせた特殊な術式のようだ。口寄せ？それがゲーム機に仕掛けられているというのですか？そうだ。大元となった術が何なのかは分からんが、何かを転送させる力を持っていると考えていい。しかもこれに仕掛けがあったことを考えると、他のものにも同様の術式が施されている可能性は高い。まさかそんなものが。これが俺たちが月の光に当たっても因が出なかった理由？ああ、つまりお前たちは本当にこちら側にいなかった。そいつに仕掛けられた転送の術式でこことは違う空間に行っていたんだからな。でも転送って体ごと移動するものじゃないの？普通。術式の詳細が分かってない今、想像の範疇ではありますが、おそらくは精神体のみ移動するような術式になっているのではないでしょうか。そうでなければもっと早い段階で事件になったはずです。人が消えるゲームとしてね。確かに。つまり月の光による因は人の体ではなく精神に感応する仕組みだったんだね。だからあの時向こうに行ってた僕たちには因はつかなかった。待てよ、精神が転送されてたってことはあの空間はっていうか忍者ヒーローズってのは。そう、これまで僕たちはゲームのバーチャル空間でゲームキャラクターを操作して遊んでいたと思っていたけど、本当はゲーム空間ではない他の空間に精神を移動させられてそこで遊んでいたということになるんだよ。マジかよ。しかしそれは精神を呼び込む空間がなければ成立しません。それほどのものを用意するとなると、よほどの術者でなければ。内派一族なら可能だ。内派一族？もちろん内派一族全員ができるわけではない。だが少なくとも今現在それができるやつは存在する。どういうことだってばさ。ここ数日俺はナルトから受けた依頼のため任界を回っていた。それは数ヶ月前に里を抜けた手癖という輩が盗み出した書についての調査だ。手癖ですか？ということはその書というのは戦国封印史のことでは？ああ、書には戦国時代に封印された危険人物についてその能力と封印場所が記されていた。俺は書の写しをもらい封印場所の調査を行っていたが、先日とある地点の封印が暴かれていることが分かった。そこに封じられていたのは内派一族の一人。名前は分からん。どこにも記されていなかった。ただ書によるとそいつはヤチホコという能力を持ち、内派一族の兵器として相当な戦果を上げていたらしい。だが俺が注目したのは他にある。そいつがヤチホコとは別につくよみやアマテラスといった術を移植された記録が残されていた。アマテラスってパパが使うあの黒い炎のことだよね。
つく読みっていうのは？形状、時間、断り。10者が空間そのものを作り出し、そこに第三者をはめる術。本来なら相手の精神にダメージを与える術だが、もしそれを別の用途で使った可能性があって、それこそそれが忍者ヒーローズと仮定したら。その通りだ。バラバラだった情報がつながっていく。事の鍵は内派一族の存在だ。あの無限つく読みもどき、あれほどの規模の術を操るには内派の力が絡んでいると見ていい。そして私たちがプレイしていた忍者ヒーローズの空間も内派一族のつく読みという術を使って生み出されている。書を盗んだテムセの足取りはずっとつかめませんでしたが、どうやら情報をまとめるにゼロに加担したようですね。しかしこれで合点がいきました。忍者ヒーローズは内派の力を利用し、彼の技術により生み出されたものだと。そんな奴らが作り出したものなら、開発元がよくわからないようになってるのも頷けるよね。もはやゼロとゲームがつながっていることは明白だ。そしてゼロを止めなければ今の混乱は収まらない。ゼロに関して情報が少ない今、奴らとつながっているゲームにこそ突破口がある。お前たちはこれからゲームの中でゼロとつながりがある者がいないか調査しろ。もしゼロの関係者がいれば奴らの狙いやアジトがわかるかもってことだよね。よーし、やってやろうじゃない。ね、ボルト、ミツキ。おう。あ、来た来た。じゃあ早速調査を始めようか。ああ。どうしたのよ。今の事態を解決するためには私らが頑張らなきゃいけないんだよ。分かってるってばさ。ボルト。ん？ゼロの関係者、実はもう察しがついてるんでしょ？常に忍者ヒーローズにいてこの空間を操作できる。もう一人しかいないよね、そんな人。あら、来てたんだ。まあな。どうしたのよ、沈んだ声しちゃって。いつものボルトらしくないじゃない。あ、あ、わかった。またわがまま言うつもりでしょ。任務を増やせとか。まったく仕方ないわね。本当はそういう要望聞いちゃいけないんだけど、まあボルトだから仕方ないか。いや、今日はそういうことじゃなくて。ん？今任界中がとんでもないことになってんだ。お前それ知ってるか？知らない。私はこのゲームのナビだから外のことなんて知らない。俺の父ちゃんとかみんながおかしくなっちまって、任界で戦争が始まろうとしてる。それで何も知らない私にそんなこと言って何になるの？それは知らないはずないよね、君が。お前らどういうことよ？いろんな証拠が君に繋がってるってことさ。ボルト、この先のこと君が言いたくないなら僕が言うけど、この空間はゲームのバーチャル空間なんかじゃねえ。誰かが作った現実空間だ。そんなことを可能にするのは内派のつく読みって力で、今
そんなゲートができるやつがゼロっていう犯罪組織にいることも知ってる。このゲームとゼロがつながってることももう分かってる。つまりここにゼロの協力者がいてもおかしくねえ。協力者ってくらいだからそいつは自在にゲームに関与できる力を持ってるはずだ。君、あの時言ったよね。でもいくらゲームのナビキャラだからってバトルを勝手に用意するなんて、そんなことできるんですか？私はこの空間だったら魔法使いみたいなもんだし、それくらいわけないわ。そして実際に君はそれができた。じゃあつまりあんたたちはこう言いたいの。この空間を自在に操れる私がゼロの関係者だと。そう。ナナシというキャラクターを操っている第三者がいるのか、それとも別の方法なのか、それはわからないけど。ボルトもそう考えているの？そうは思いたくねえ。けどいろんなもんがお前に繋がっちまってんだってばさ、ナナシ。なんだ、バレたのか。じゃあやっぱりナナシさんが。でももういいか。だって演じ続けるのも限界だったし。空間についてはあんたたちが言ってたことで正解。そしてここを管理するのが私の役目。ナビキャラクターに扮してね。ナビキャラクターってのは正直やりにくかったわ。言葉遣いはできる限りシステマチックにして丁寧に対応。目立たず作戦実行まで淡々と案内に努め、みんなにゲームを楽しんでもらう。はあ、なんでこの私が下劣な忍びに対してそんなことしなきゃならないのよ。ほんとくだらない指示を出してきたもんよ。あの手癖とかいうやつ。でもそこは従ってあげたわ。だって願いを叶えてくれるんだもの、ゼロは。なんでそんなことお前が。回復手段が必要だったのよ。陰刻みのつく読みをやるにしても当の術者がチャクラ不足を起こしてたから復活したばかりで。だからこの空間にチャクラ吸収機能を仕込んでそれを回復に当てたってわけ。あんたたちがこそこそと嗅ぎ回ってた疲労感の正体はそれね。なるほど。そしてチャクラを十分に回復させ、陰刻みのつく読み、あの月の怪現象を起こした。そう。おかげで人界中の人間に陰をつけることができたわ。だから一応感謝はしてるのよ。回復に役立ってくれたあんたたちゲームプレイヤーにはね。あ、そうそう。奇跡集めについても感謝してるわ。特にボルト。あんたが持ってきてくれた奇跡がほかげのやつだったんだから。どういうことだよ。ヤチホコって能力があってね。陰をつけてリンクした人間の精神やチャクラを自在に操ることができるってものなんだけど、リンクした人間の精神を自在に操れるってことは好きな場所に呼び出すなんてこともできるわけ。まさか。察しがついた？奇跡集めで戦わせた相手はヤチホコでここに連れてきた現実世界の精神体。それを倒して手に入れた奇跡はその人にとっての奇跡、つまり記憶。奇跡の中の光を消せば記憶はなくなり
そして代わりとなる他の記憶を入れれば一気に洗脳できる。ご名答。じゃあ俺は父ちゃんの。だからあんたには面白くないって教えてあげてたのに。お前は本当にそんなことやって願いが叶うと思ってんのか。ただ混乱を生むだけじゃねえか。それが私の望みだもの。忍び同士が傷つけ合って人界同士が潰し合って忍びそのものが消滅することが、ゼロはそれを叶えてくれる。現に人界では戦争が起きようとしているでしょ。もう誰にも止められない。ふざけないでよ。絶対にそんなことさせない。させないと意気込むのはいいけれど、どうやってさせないつもり？簡単だよ。君に色々と吐いてもらえばいい。記憶の戻し方、敵のアジトとかね。なるほどね。でもね、貧弱で愚かで小さく、声だけは大きい、取るに足らない忍びのあんたたちがこの私に、この内花なしに勝てると思っているの？空間が。あんた見た目が。お前も。かりそめの姿も空間も私にかかれば自由。ナナシ。あの目と髪の色って私やパパと同じ。じゃあ復活した内派一族って。お前がその本人だってのか。それにしても空間を一気に作り変えるなんて。どう？私はこんなことも簡単にできる。あんたたちが叶うわけないのよ。それでも私に勝てるというの？なんて顔してんのよ。ゼロに加担すんのはやめろ。まだ間に合うってばさ。やめろ。のうのうと現代を生きる忍び風情が誰に向かってそんな命令してんのよ。人界を潰すとかそんなことやっても意味はねえ。ただみんなが不幸になるだけだ。お前は本当はいいやつだって俺は分かってる。悪いことするようなやつじゃねえはずだ。あんたが私の何を知ってるのよ。私がどんな思いでいたか、どんな仕打ちを受けたか、あんたじゃ何も知らない。車輪が私には握りつぶしたいほど嫌いなものがたくさんある。私にとってそれは人界であり忍びであり、とにかくそれを考えるとイライラして悔しくてとめどなく怒りが溢れてくるのよ。だから私はゼロに加担し忍びの世界をむちゃくちゃにしてやった。忍びなんて大っ嫌い。滅んでしまえばいい。これはナナシ。クリオ。ナナシやめろ。目障りなのよ。今の彼女の言葉は通じないよ。くそ、ちょろいぜ。こっちだって。行くぞ。行くぞ。この程度。ひょっひょっ。行くぞ。行くぞ。やっひょっ。
い過去がある。きっとそれが怒りの原因。そうなんだろうけど、まあそれを探りようがねえ。僕が良ければいつでも使うしかないわ。アマテ今のは同じ術。そういえば移植されてたんだったね、彼女。移植ってあいつに一体何があったんだ。わからない。話をしてみないことにはちょろいぜ。この手もうやめろ。俺はお前と戦いたくねあんたがいなければ悩むこともなかったのに。さっさと消しておけば。目障りなのよ。なんだ。どうしたらあいつを。行くぞ。傷が。この空間では向こうの方が有利か。ナナシ。あの時いてくれたら。おい。元に戻った。そうみたいだね。おや、起きちゃったのかい？計画は順調なんだし、もういいでしょ。向こうを管理する必要はない。しかしだね。構わん。七氏の言う通り、計画は順調。木の葉、砂、雲、岩、霧。五大里すべてが戦争の準備を始めている。もはや第五次任海大戦は時間の問題だ。世界には痛みが必要だ。痛みを与えることで、ようやく未熟な世界は一つ成長することができる。メルツ、貴様は俺に近い存在だ。大国に家族、仲間を奪われ、痛みを知った貴様は俺と同じく誤りだらけの世界の断りに気づいている。故に貴様の意志は俺に近い。決して折れぬ神のごとき意志があれば、世界を変えることなどたやすい。その意志とともに暁の宿願のため死力を尽くせ。世界が、人が、戦乱により里は疲弊し滅びる。そしてペイン様の目指した力による統治を我らゼロが実現する。うん。